こんにちは、パワミです。本日は複数のテーブルを結合するクエリの追加について解説します。本日の流れです。はじめに複数のテーブルを結合する方法を説明します。その後、実際のパワー BI 画面でクエリの追加の方法を解説します。複数のテーブルを結合するため、クエリのマージやクエリの追加を使うことがあります。クエリの追加は共通の列を持つ複数のテーブルを結合するときに便利です。クエリの追加をする際の注意点も解説するため、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等 Power プラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。前回解説したクエリのマージ、クエリの追加について振り返ります。簡単に説明すると、クエリのマージは別のテーブルから1つ以上の列を追加することで、クエリの追加はテーブルに新しいデータ行を追加することです。それぞれ詳しく見ていきます。まずはクエリのマージです。図のようにテーブル1、テーブル2の2つのテーブルがあるとします。クエリのマージをすると、テーブル1にテーブル2から列を持ってきて追加することができます。異なるテーブルのデータを Power BI でレポートを表示するだけならば、クエリのマージをしなくてもリレーションシップをすれば良い場合も多いです。クエリのマージをした後、マージした列を使ってさらに計算列を追加したい場合等に有用だと思います。一方、クエリの追加の方は同一の列を持つ複数のテーブルを結合し、行を追加します。もともと同じフォーマットの場合は、データ取得時にフォルダ等を指定して読み込むことで結合できますが、もともと列名が異なると、異なるフォーマットのテーブルをパワークエリエディター上でフォーマットを揃えた後に結合したい場合、このクエリの追加が便利です。今回はクエリの追加の方を解説します。クエリのマージについては以前の動画を参考にしてください。クエリの追加は複数のテーブルの列を集約して1つのテーブルを作成できます。例えば図のようなテーブル1、テーブル2の2つのテーブルがあるとします。テーブル1は実店舗の売上データのテーブルで、テーブル2はネット販売の売上データのテーブルです。2つのテーブルでチャンネル、日付、ユニッツの列は共通のテーブルになります。実店舗の売上テーブルはそれ以外にエリア列を持ってます。この2つのクエリの追加で1つのテーブルにするとどのようになるのでしょうか。クエリの追加を使うと、このように共通の列であるチャンネル、日付、ユニッツ列が集約され、新しい1つのテーブルにまとめられます。一方で、実店舗の売上テーブルだけが持つエリア列も新しいテーブルに含まれますが、ネット販売の売上テーブルはエリア列を持たないため、エリア列には null の値が入ります。例えば、ここを null にしたくない場合、クエリの追加をする前に、ネット販売の売上テーブルにエリア列を追加し、データを入れておくとする必要があります。それでは Power BI 画面でクエリの追加をする方法を説明します。今回は簡単に実店舗販売の売上、ネット販売の売上、訪問販売の売上の3つのテーブルを用意しました。チャンネル、日付、ユニッツテーブルは3つで共通する列です。実店舗販売と訪問販売の売上テーブルはその他にエリア列を持ちますが、ネット販売はエリア列を持ちません。クエリの追加のやり方は簡単です。ホームタブからクエリの追加を選択します。現在のテーブルに追加したい場合は上のクエリの追加、新しくテーブルを作成したい場合は下のクエリを新規クエリとして追加をクリックします。今回は新規にテーブルを作成してみます。2つのテーブルを結合する場合、ここで対象の2つのテーブルを選択します。今回は3つのテーブルを結合するため、
3つ以上のテーブルを選択します。追加するテーブルを選択して右に追加して OK をクリックするだけです。これでクエリの追加ができました。この時ネット販売の売上テーブルはエリア列を持たないためヌルの値が入っています。ヌルではなく、例えばハイフンを入れたい場合、元のテーブルに列を追加してハイフンの値を入れておけば OK です。列の追加からカスタム列を選択してエリア列を追加します。今回はすべてハイフンの値を入れてみます。列が追加されたら、先ほどのクエリの追加で結合されたテーブルにも反映されています。またもう一つ注意点としては、クエリの追加では列名が完全に一致する場合に集約されます。つまり表記揺れ等がある場合、別の列名とみなされるため注意してください。例えば訪問販売の売上テーブルのユニッツ列の頭が小文字の U になっていたとします。これは別の列名とみなされてしまいます。クエリの追加で結合したテーブルを見ると、大文字のユニッツ列と小文字のユニッツ列が別にできていることがわかります。このように表記よりや異なる列名と異なるフォーマットで同じデータを持っているテーブルを結合したい場合、パワークエリエディター上で列名を揃えてからクエリの結合をすることができます。本日は複数のテーブルを結合するためのクエリの追加について解説しました。クエリの追加をする前に同じデータを持つ列は列名を揃えておく必要があることに注意しましょう。例えば別のシステムから出力するデータでフォーマットは異なるけれど共通の列を持つテーブルを結合したい場合、パワークエリエディターで列名を揃えてからクエリの追加をすれば可能です。テーブルに別のテーブルから列を追加するクエリのマージについては以前の動画を参考にしてください。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。